昨日の動画でお話ししていたスケッチボックス、なんかポケージボックスっていうらしいですね。何が正式名称なのかはよくわかんないんですけども、こんな感じになりました。この表面はこれですね。このターナーのオールドウッドワックスアンティークグレーというこれで仕上げました。なんかいい感じになりましたね。前になんかこれご紹介したと思うんですよね。ブライワックスよりちょっと安くてっていう。でその時はね、あまり多分僕肯定的ではない感じでご紹介したと思うんですけども、今回ね、これ僕の使い方が悪かったのかもしれないです。前回はまだ寒い時期だったので結構これが硬かったんですよね。で今暑い時にですね、やったらもう筆で塗れるぐらいゆるゆるになっていて、でそのくらいねたっぷりと塗り込んだ方がいい感じに仕上がるということが分かりました。ごめんなさいとてもいい感じです。でね、これは10円の金具でここを開けると、こういうストッパーの金具もさっき買ってきました。でここに結局ねクリップではなく、ここに細い木材をくっつけてスケッチブックをこういう風に置けるようにしました。だいたいこのくらいの大きさで描くことが多いので、これ以上大きいのはもっとちゃんと腰据えて描くので、別にこれはお気軽なスケッチをやるためのものなので、こんな感じで大丈夫です。でね、本当はこれね、この金具じゃなくて、ここにねこのレザーのベルトをつけたいなと思って、ここでスナップでパチッて留めるのでもいいし、なんかバックルつけてもいいし、レザーのバンドで留める方が可愛くなりますよね。でね、ただ倉庫の中をいろいろ漁ってみたんですけども、革のベルトがなくてですね、そのうち手に入ったら変更することにします。でこのストラップもね、こんな感じでねショルダーバッグになるんです。このストラップもレザーのやつが欲しいなと思ったんですけど、もちろんなくてしょうがないので、これはなんか今手持ちの小さいショルダーバッグのやつを今とりあえず仮でつけたんですけど、でもいい感じですね。なんか作ったばっかりなのに、例によって新品なのにボロい雰囲気が出せました。でちゃんとこれ立って書く時もこのストラップを首にかけて、これこう書くことができるんです。立ったままやるときはちょっとこっち側がストラップが邪魔なんで、本当はこっちにもこの金具をつければいいのか。そしたら書くときはこれをこっちにつけて書けばいいんですよね。そっか、なるほどじゃあこれがもう一個入れますね。今お話ししてたら浮かびましたね。作ってる時は作るのに夢中で思いつかなかったんですけど、そっかそれでさっきね、この金具が必要だからと思ってホームセンターまで買いに行ったんですけど、なんかね駐車場で僕のチャンネルを見てますっていう方から声かけていただいたんですよ。でたまにあるんですよ、そういうホームセンターの駐車場とか街に出た時に
ヒロさんですよね、YouTube 見てますよって声かけてくださる方がね、たまにどんくらいかな、2月に1回ぐらいそういうことがあって、僕はすごくね喜んでるんですよ。ただ今日もそうだったんですけど、僕は急に声かけられてすごい戸惑ってしまって、なんかいろいろお話ししてくれたんですけど、もう僕ちょっとパニックになって何もあんまり返せなくて、ごめんなさいね。別に嫌だったわけじゃないんですよ。すごく嬉しかったんですけど、ちょっとね僕がねそういう人とお話しするのが苦手なのでちょっと変な感じに毎回なっちゃうんですけど、今まで声かけてくださった方もそんなことなんですよ。なんかね、僕昔から子供の頃からあんまりそういう人と会話するのがちょっと苦手で、なんかねあんまりその相手の人が言ってることがね理解するのにちょっと時間がかかるというか、なんかね昔からそうなんですよ。だから会話が上手にできなくて、で後からねお別れしてからいつも見てくれてありがとうございます、これからもお願いしますねって、別にそれだけでいいのに、うん、なんかね上手に返せないんですよ。僕面と向かって話しててもその人の言葉の裏側とかが読めないんですよ。なんかだから冗談で変なこと言ってるとか皮肉を言ってるとか本当に褒めてくれてるとかがね、なんかその時はパッと分かんなくて、だからなんかとんちんかんな答えを返してしまって変な空気になることが多いんですよ。でそれコメントも同じで、なんか僕が読んだ文面を読んでそう僕が思ったことを返信するとなんかね会話がちぐはぐな感じになっちゃったりもするので、ましてや母国語じゃない言葉でのコメントも結構多いので、なんかねそこでまた齟齬とか誤解が生じるのが怖くてあんまり返信できてないんですよ。でもね最近チャット GPT ってあるでしょ。チャット GPT がすごく優秀で、なんか僕がねそのコメントをいただいてちょっとこのコメントの真意が読み取れないなっていう時にチャット GPT に聞くんですよ。前提として僕はこういうチャンネルをやっていてこういう内容のビデオを撮っていて、それに対して視聴者さんがこういうコメントをくれたんだけどこれどういう意味かなっていうふうにチャット GPT に聞くと、なんかねちゃんとね答えてくれるんですよ。これって皮肉なのかな、それとも本当に褒めてくれてんのかなってチャット GPT に聞くと、これはこうこうこうでこの人はきっと心からあなたを褒めてくれてますよっていうふうにね教えてくれるんですよ。面白いんですよ。無料で使えるんですよチャット GPT って。有料プランの方がねかなりいいらしいんですよね。なんですけど結構ね高いのでね、僕は無料プランで使ってるんですけども、それでもね全然十分使えます、まさかこのチャンネルでこの山小屋でチャット GPT のお話をするなんて思ってもいなかったですね。屋外へやってきました。ドーン。阿蘇山です。阿蘇五岳ですね。真ん中がね中岳って言って大きい噴火口があるところですね。こっちの頭がギザギザしてるのが猫岳です。で今日はこの猫岳を描こうかなと思って
最初そこのベンチに座ったんですけど、日差しが強くてちょっと木陰に避難してきました。でもね、木陰はね、風があって気持ちいいですね。とりあえず最低限の最低限ってちょっとペン多すぎるんですけど、一応この絵の具とこの水筆と万年筆持ってきました。でこれはね、これも100円ショップの画用紙なんですよ。結構ね、この厚口タイプなので水彩でもいけます。なんていうとこなんだろう、今日は志功さんっていうとこの紙ですね。これはね、確かセリアで買えます。これなかなかいいです。ちょうどね、このはがきサイズぐらいなのかな、ポストカードって感じですね。なかなかいいでしょこれ。なんかね、必要最低限って感じで。であとはちゃんとね、お水も持ち歩いてます。水分補給大事なんでね。じゃあちょっとこの猫だけを描いていこうと思います。ここはね、月回り公園という阿蘇五岳の南側の高森町というところにある公園です。ランプも連れてこようかなと思ったんですけど、ここのね、芝生の中は犬を連れ込んではいけないところなのでランプは置いてきました。なんかこういうペンが楽しいんですけど、なんかこの後水彩なりマーカーなりで塗ることを本当は計算して、線はここまでであとは塗りでっていうことが、多分もうちょっと経験を積めば、分かるんでしょうね。書き込もうと思うとどこまででも書き込めてしまうので、それは木工とかなんか作る時って何にでも共通するところなんですけど、なのでそのさじ加減は経験を積めば多分身につくと信じてやってるんですけど、楽しい。なんかこのおしゃべりしながらお絵描きっていうのは初めての試みですけど、なかなか楽しいかもしれない。僕は楽しいですけど、見てる方がどうかは分かんないな。評判が良ければまたやろう。需要がなるほど、ちょっと分かった。ちょっとこれは、作品作りというよりも練習ですね。途中でタッチが変わっちゃったりしてるかも。なるほど。いつもね、この線で描く絵って最初描き始めすごい不安なんですよね。これ大丈夫かって思うんですけど、描き進むにつれてどんどん線が増えていくと、
なんかねそれっぽくなってくるんですよ。わかりますかね、この万年筆だとこのちょっと太めの線とでこのペンをこっち側で使うとすごく細い線も描けるんですよね。その辺がこの万年筆の面白いとこですね。こんな髪の毛みたいな線も描ける。なんかこれを見てる方でもうこの絵を描く方はいらっしゃると思うので、何かね面白いペンとかあったら教えてください。まああんまり出来は良くないですけど、まあ芝生の上であぐらをかいてスケッチをするというのはなかなか気分がいいですね。ちょっとあそこにヤギがいるからヤギを見に行こう。あっち側のこの辺の稜線を描いてもよかったな。この辺も面白そう。この今この感じでこの手前の木と向こう側の山の稜線、あっち描けばよかったな。いや、この映像を見ながらまた家で描こう。赤トンボが飛んでる。なんか子供たちが熱狂してますね。何にそんなはしゃいでんだろう。おーいおーい、手振ってくれてる。バイバイ。カラスか。
すごいいっぱいいるな。なんかみんなちっちゃいな。子ヤギが多い。Hey guys ちっちゃいね。おいで。おいで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 、こっちおいで。来た、かわいいかわいいね。人懐っこいねなんかもらえると思ったかな。じゃあね、帰ります。やっぱ完全にこっちからだったな。猫だけは今度でよかったな。このケヤキがいい感じですね。うちのケヤキも早くこんくらいになんないかな。この木陰、ここのベンチ、ここが良かったな。このベンチに腰掛けて向こうの山の稜線を描けばよかったじゃないかまあ近くなのでいつでも来れるんでまた来よう。風が気持ちいい。涼しいですよここは。このヒノキもなんかすごく樹形がいいですね。これはあれかな、この辺の南郷碑ってやつかな。それじゃあ戻ります。家で今日はレモンサワーを飲もう。それじゃあまた、さよなら。